皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、おます。願いします。今回は前回に続いて2度はい、にわたって、大和大学の佐々木正明教授に出はい、ていただいて、青錦関の初うん、優勝と大関昇進とウクライナの戦争と平和にはい、ついて考えるということで、話していきたいと思うんですが、ウクライナの戦争を考えるときにはやっぱりすぐ私これが頭にあるんですね。ひまわりですね。イタリア映画ですけど、ビットリオ・デ・シーカの監督で、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニが主演した素晴らしい映画で、私大好きなんですけれども、これ、ソビエト連邦時代の第二次大戦の時の話でしたから、そうですウクね。ライナという言うん、葉は出てこないんですよね。うん、でも、うん、ひまわりということで、ウクライナだっていうことがもうまるでわかるという、そういう映画なんですけども、青錦関は、ひまわりのついた、化粧まわしをやってるんですけど、あれはあるお寿司屋さんからプレゼントされた、ものらしいですが、一番最初に、化粧まわし、重量に上がった時にもらったのが、キース・ヘリングという、ストリートミュージシャン、ごめんなさい。ストリートアーティスアートですね。ティスト。アーティスト、絵描きさん。で、まあ、言ってみればってことはないな。バンクシーの、と同じような、素晴らしい、ですね。ストリートアーティストの書いた、これはジュネーブで行われた、1985年の、サミットの時に、要するに世界平和を願って書いた絵らしいんですね。それを化粧回しにしてやったと。その後、ひまわりの化粧回しも使ってるんですけれども、まあ、そういうところで戦争の真っ只中にいる力士が日本に来て、スポーツとしての大相撲をやっていると。しかも日本文化としての大相撲をやって、後々は横綱から親方にまでなろうとしているところですね。さあ、この戦争と平和と格闘技、相撲とうん、いうのはどう関係があるのかって。あもうそのあたりを佐々木さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしまそのあす。たりをお聞きしたいんですけれども、はい、今ちょうど佐々木さんに出ていただいてこの話をしている時っていうのは、ウクライナの戦争が止まるのか、止むのかっていうギリギリのところですよね。こはい、れ、アメリカのトランプ大統領の提案から動き始めたんですけれども、これは佐々木さん自身はどう見ておられますか？はい。国家の命運が決まる、まさにその瞬間に来ていると思います。あウクあ、ライナのこの未来に関してですね、もう全く違った橋が2つはい、出ていると。はい、そして、一つの橋は和平につながる。はい、その和平というものは、ウクライナも妥協しなくてはいけませんし、そはい、して、一度それを決めたらですね、この停戦、監視プログラムというものも出さなくてはいけない。はい、そしてロシア側も安易に手を出せないような仕組みを作らなければいけない。うん、それがもう一つ、違う道というのは、やはり妥協できない、というとうん、ころで、違う道があるといううん、ことです。で、このうん、ウクライナの和平交渉で言いますと、今年2月にですね、はい、トランプ大統領が、えーそれぞれの特使、ロシアはい、と特使、ウクライナはい、と特使を決めて、はい、そして、それぞれいろんなチャンネルを使って話をしていったはい、中で、何回か、まとまる機運もありました。もそして8月にですね、アラスカでトランプ大統領、プーチン大統領が会った時も、これははい、
あったのだからすぐに決まるかもしれないという機運もあったんです。ところが、おー、トランプ大統領が今、この28の、停戦、項目案、はい。で言いますとですね、どうしてもロシア寄り、にうなってん。で、実はそのロシア寄りにするよというようなニュアンスのでは、米ロの、担当者トップの、通話記録もはい。リークされてしまったんですね。はおー、い。それ最近これ大きなニュースになっているんですが、はい。でもですね、ロシア寄り、米側がロシア寄りに導くような、うん。発言をその特使がしていたというようなことも報じられています。うん。やはりこれはね、ヨーロッパの安全保障なんですね。うん。ウクライナは今、毎日のように空爆に遭っていますけども、はい。ヨーロッパもですね、今、フェーズゼロと言われておりまして、はい。例えば空港だったり、はい。例えば、インフラ設備であったり、はい。不可思議な事故、火災が起きてるんです。うで、これはん。ロシア軍の仕業である。うん。工作員の仕業である。うん。そして、いろんなところにね、国籍不明のドローンが飛んでいるという、う事実もありまん。す。このフェーズゼロというのは、ロシア側がですね、作戦を組んで、特殊部隊で作戦を組んで、うん。NATO 諸国の国々がどう反応するのかを見ているうというようん。なことも、言われております。そのなるほど。ヨーロッパというのはどうしてもアメリカが主導するような停戦には飲めないというようなうん。プレイヤーとしての役割も果たしているんですね。ああ。はい。で、これはね、どうなるかはまだわかりません。なるほどね。ヨーロッパというのは我々がその理解しているというか、まあ、日常を見ている世界と違って、歴史的に見るならば、あれほど戦争のあった地域ってのはないわけですよね。そうですね。もう、それにまあ、冷戦も含めますと、東と西の対立っていうのは昔から、ずっと昔からあったし、それこそロシアだけ考えても、そのバルト三国のリトアニアとロシアの対決とか、ポーランドとロシアの対決とか、まあ、今はロシアがウクライナに戦争を仕掛けて、そのロシアの方が悪いような印象を持っている日本人がすごく多いですけれども、以前はポーランドの方から攻めたこともあれば、リトアニアの脅威というものをものすごく感じていた時もあったわけですよね。その通それ、りです。それが今、ロシアが、例えばもう、東の方、ウクライナの東の方は占領して、おまけにクリミア半島はもともと、あの、ウクライナのもので、これおかしいじゃないかって、最初はゼレンスキー大統領は領土を全部取り戻すまでは、停戦には、および終戦にはならないと言っていたのが、どうもこれ変わってきたんですかね。はい。うん。まずですね、え2023年、1年経ってからですね、はい。ゼレンスキー政権、ウクライナ軍はですね、欧米の武器を使って、領土を回復させようといたしました。とこそうです。はい。ろがですね、はい。今の中間ラインというか、前線うん。ラインというのはあまり変わっていないんですね。で犠は牲が増えるばっかりです。あ。うん。であと、ロシア側は今、都市空爆を増やしています。はい、はい。先日もキーウで7人がキーウ、はい、そうですね。はい、死亡しましたし、もうそうですね、3日に1回ぐらいはですね、ドローンが何百機もやってきまして、うん。人々の命を奪います。はい。ということで、ウクライナ側も非常に疲れています。うん。そして、この戦争を早くやめてほしいと願っているのも確かなんです。うん。となればですね、私、この2月、3月に行った時もですね、はい。ゼレンスキー批判の言葉を結構聞きました。ああ、そうですか。はい。かといって、ロシアへの、対抗心を捨てるわけではないんですけども、はい。ゼレンスキー大統領のやり方ではないという、う方針ん。も持っている方もいらっしゃいました。なるほど。はい。ということで、う今、ゼレンスキん。ー大統領も決して国内で一番岩じゃないということも言なるほど。えると思います。そして、おまけ、はい。妥協せざるを得ないという声が出てきているのかなというふうにも思いますね。
おまけにちょっとウクライナの政府の中では、その汚職の話があったりもしていますし、そうなってくると、やっぱり、クリミア半島まで取り戻してなんて、最初のうちはゼレンスキー大統領言ってましたけど、これはもう無理だということで仕方ないんですかね。仕方はい。ないという言い方。はい。そうです。まずですね、国境線をどこまで戻すかっていうはい。のは3つあるんですね。おー、はい。はい。一つは1991年の独立当時のライン、つまりウクライナ、はい。ロシアが併存して独立国家としてなった時のラインです。これがはい。本来の、あの主権がはい。及ぶ範囲なんです。うん。領土一体性という意味でも、その国境線というのが国際的にも認められているラインです。うん。もう一つは、2014年、ロシアがクリミア半島を併はい。はい。東部の一部、ドうん。ンバス地域を、支配する。そはい。のライン。そしてもう一つが、今回、前線となっている中間はい。ライン。はい。その最前線のライン。で、うん。私は以前からですね、どこが38度線になるのか、はい。はい。どこが休戦ラインになるのかといううん。ことを言っていましたが、やはりですね、現段階で言いますと、今の、現状の、戦闘ラインが、はい。この朝鮮半島で38度ラインにならざるを得ない。うえーん。これ以上、38度線の、すみません、今の中間ラインのウクライナ側、ロシア側うん。も強固な要塞を作っています。軍事拠点おー。化していますので、なかなかね、そこをね、突き動かすのは、よっうん。ぽどの犠牲を払わないと無理なんでうん。すね。なるほど。はい。ロシアその、側もこれ以上うん。兵力を割くわけにもいかない。ウクライナうん。側もこれ以上犠牲を出すにいかないということで、うん。今、ずっと、このラインが動かない状況。まあ、動いてますけどね、今、どんはい。どん、はい。はい。押し返されているんですけども、ウクライナうん。側が。でも、それほど、動いてはませんので、うん。それで今、じりじりじりとした戦いが続いているということなんなるですね。ほどね。ただまあ、そうなりますと、その、武力によって、ロシアが領土を拡大したという結果にはなってしまうわけですはい、そよね。の通りです。です。それはやっぱり国際法的には認められないんじゃないかとかっていう、正論とですね、それと妥協しなきゃいけない、その論とですね、のせめぎ合いの中で、やっぱり正論というのはなかなか通らないもんなんですかね。はい。これはですね、ちょっと日本にも関係あることを最後にはい。伝えたいと思うんですけどはい。も、ヨーロッパはですね、ウクライナに支援すれば、うん。自分たちの、物価が上がったりとか、うもしくはん。移民社会が、その社会の秩序、う治安、ん。混乱をもたらすというようなことも言われておりますので、なるほど。あとそのエネルギーが安価でロシアからやってこはい。ないことによってですね、特にスロバキア、特にうん。ハンガリー、そして例えはい。ば、バルチックカン、あごめんなさい、バルカン半島のですね、国々、はい。そうしたことを見計らって親ロ派が中にいるんですね。あ、なるほど。政治家も含めて。まあ、旧で、ユーゴスラビアと言われていたような地域ということそうですね。はい。がですね。はい。これもちょっとまだら模様なところもあるんですが、はい。はい。つまりウクライナからパイプラインを通して、旧東欧というのはロシアうのパイプライん。ンからエネルギー、ガスを得ていますけどはい。ね、はい。ここは入らなくなったんですね。なるほど。つまり EU の中でも、今の EU の全体的なウクライナ全面支援するという方針から、異議を唱える国も出てきた。う一方ん。で、ドイツ、ポーランドなんかはでうん。すね、はい。やはり国内にこれ以上続けてはならないとかですうね、ん。いう一派がいるんです。それが、うん。選挙で勝ったりしているような状うん。況にもあるんです。なるほど。まあ、そうなってしまうと仕方ないのかなとか思いますけれども、例えば、まあ、ソビエト時代も含めて、例えばそのロシアという国は、フィンランドの一部ももう、昔はフィンランドだと言われていたところで、それこそフィンランドの作曲家のシベリウスなんかが、カレリア組曲っていう曲を、綺麗な曲を作って、カレリア地方っていうのは素晴らしい地方だっていう音楽まで作っている
ところが、武力によってロシアになっているという現状もあるわけうん。ですよね。ロシアっていうのはそもそもそういう国なのかというふうに言いたくもなるけれども、ロシア側から言わせると、俺たちはこれまでいっぱい攻められてきたんだという言い方もできるわけですかね、やっぱり。どはい。うなんです。はい。はい。ここでですね、ちょっと日本えのことを伝えたいと思いますはいね。はい。日本もですね、今、物価が上がっているのは、このエはい。ネルギー高騰というのがまず一つ。はい。そして、実はね、北朝鮮という国が大きな、今後、日本の安全保障に関しても、うん。大きな影響力をもたらすんでうす。ん。今ですね、ウクライナに関して、うん。戦争に関して言うと、これはドローン戦になってるんですね。はい、そうです今、ね。北朝鮮軍が、軍部隊が、正規軍が向こうに行ってですね、はい。戦の実戦を学んでいるんです。あそして、砲弾、さらには、どうやらこのドローンあ、にうん。関しての製造に関しても関わってきそうだ。ああ、で、中国もここに半導体など、ロうん。シアの現在、ロシアが国家として運営する、さまざまな部品、はい。さまざまな経済支援をしている。うん。というところからですね、このウクライナの戦争というのは、アジアに飛び火してくる可能性があるんですね。なるほどね。はい。う韓ん。国の外交官に先日取材したところ、やはり38度線を越えて、今度ドローンがやってくると。ちはい。ょっと風船とかね、明日、うん。嫌がらせは風船の規模じゃなくなってくるんですよ。ああ、そうですね。ドはい、ローンによっはい。てソウルが嫌がらせを受ける。なるほで、ど。そして今度はロシアに目を向けて言うと、これはですね、今、北方領土、さらうん。にオホーツク海なども、軍事演習をしています。で、うん。日本がですね、うん。果たして先ほどフィンランドの話をはい、されはい。も、これフィンランドの外交官と話をしても、ロシアの西、東で外交、ロシアをどう扱っていいか話し合っていきましょうと、私も言われたうん。ことがあるんですが、あはい、あ。これね、フィンランドの生き方というのは、日本にも参考にもなるかもしれませんし、フィンランドは今、おお。NATO 軍に入ってですね、はい。あの国境線を対峙しているような状況になっております。で、なるほ日本が今後どのような選択肢を取るのか、これは今、高市政権、もど。うしくは我々ん。が次の選挙、次世うん。代の政権選びの時に、事細やかに見ていかなくてはいけない項目だと思います。なるほどね。決してその人事ではないとはい、いうとこおっしゃるろで、通りですね。ロシアのとウクライナのこれ今後の歩みというものを見てみたいと思いますが、最後にそこで青錦の快挙というものが、なんと言いますかね、どう捉えればいいのか。例えば、それこそオリンピックは世界の平和運動だというふうに考えたときに、スポーツがどこまで何が可能かというときに、どうなんでしょう。青錦関の快挙というのは、ウクライナにとっては、なんていうんですかね、救いの一滴なんでしょうかね。はい。精神的な喜び、どういうふうに捉えればいいんでしょうね、これは。はい。まずですね、一つまず言い忘れたことがあってですね、はい。青錦関の前に、ウクライナと相撲を結びつけたのが、はい。昭和の名横綱、大鵬さんなんです。はい。おー、ですね、実は大鵬さんは、はい。サハリンに住む、はい。当初はロシア系と言われてたお父はい。さん、そうですね。そしてお母さん、日本人のもとで終戦になって引き上げてきて、はい。そして大鵬さんが、名横綱になったと。はい。ところがですね、名誉綱になった後、どうやら樺太、サハリンの歴史、郷土歴史家が調べたところ、はい。お父さんがですね、ウクライナのハリキウ出身だったんですよ。おー、そうですで、か。はい、大鵬さんは晩年、はい。ハリキウに、はい。大砲記念館でも作りましたし、はい。ウクライナに相撲を広めようとしていたなるほど。立役者だったんですああ、ね。そうです。はい。はい。そして、このロシア、ウクライナで言うと、ウクライナの方々も、ロシアでも相撲を取ったこともあります。うん。はい。旧ソ連諸国というのは、例えばそこに、アゼルバイジャンという国があっはい。ジョージアという国があったりと、はい。
バルトという国があったり、はい。結構相撲が広がっている、地域うなんです。ん。そして今、モンゴル相撲の代表格である白鵬さんがではい。すね、将来、豊田章男さんと一緒になっはい。て、はい。大相撲協会を抜けて、相撲の うん。WBC、相撲の世はい。はい。はい。界大会、アマチュア相撲の世界大会をもう少し盛り上げようとされうん。ております。うん。で、やはり、その相撲道というのは心技体、うん。一緒になって強くなる。そして、相手を思うばかり、相手があってこその相撲、そしてリスペクトをして、うん。勝って兜の尾を締めようといううん。精神道でもあると思います。うん。うん。これはですね、戦争をしている、中では、決して通じない日うん。本の理念ではありますが、この相撲道に日本人が考える和の心、平和のうん。精神も入っていると私は思っているんですね。なるほど。ですからこれうん。は、相撲外交、相撲うん。文化を広げる特使をたくさん世うん。界に出してですね、うん。日本流の平和を広げたいと。うこの一ん。人が青錦になったということで、私はとてもね、これ嬉しく思っています。なるほどね。はい。で、これね、なるほど。青錦関も、これ味が親方もそういうことを言うとですね、多分今、そんな時期でもありませんし、はい。なんかそうしたことを口に出すようなこともありませんから、私が勝うん。手に言ったことと思っていただければいいと思うんでね。すが、はい。私が将来期待するのはそこにあります。なるほどね。柔道がインターナショナルになって、柔らの道という漢字ではなくって、ローマ字の柔道になってしまったという経緯はありますけれども、大相撲というものは、それこそ大いちょうを言って、それこそ、青錦関も、ちゃんと紋付き袴で、お辞儀をすると、いう日本の精神というものがそこに残っているというところで、その形が平和をつなげていくっていう形で、日本というものが世界に貢献できれば、それは非常に嬉しいことだと思いますね。はい。今回えの出来事はまさに、また相撲を支援する国が広がったなと。そうですね。そのウクライナに、しかも戦火のウクライナに広まったと。これはですね、なるほど。戦火の中で、あの、築き上げた、例えば山中さんというはい。相撲部首相の友情があったりはい。とか、今回、青錦関がういろんなん。方々と交流をしていくと思います。そうですね。はい。あの、彼が置かれた、はい、どうぞ。いやいや、青錦関が優勝決まった後、花道をこう帰っていくときに、付け人の方と思いっきり抱き合いましたね。あの瞬間は素晴らしい瞬間でしたよね。あはい。れはやっぱりああいう形で、こう、なんて言いますか、交流っていうものが世界に広がっていくっていうのは、これからも期待してみたいですよね。そうですね。いやー、やっぱりなんか、大相撲はいいですね。そういうふうに考えてみると。はい。純粋な気持ちで応援したくなりますねし、え、血の滲むような努力をしてますんで、力士たちは。以前、高見山関に対して、彼は外人なんだよねって言った人がいて、マクドナルドのハンバーガー食べてジーパン履きながら、大いちょを言ってる人に向かって、外人なのよねっていうのはどういう意味なのかっていうエッセイを書いたことがあるんですけれあ、なるども、ほど。うん。日本というものを考える上でも、日本の平和、日本の貢献できる世界平和というのを考える上でも、大相撲というのはやっぱりこれからも、こう、注目してみたいですね、改めて。うん。はい。今回ロンドン公演でもですね、ああ、多よかっくの、たですはい。ね。日本の大相撲を広める、そのきっかけになりました。そしてね、うんもう一つ言いたいのは、大相撲ではない、アマチュア相撲ですね。はいはいはいこれはね、はい。ウクライナの方も、ヨーロッパの方も、オリンピック競技にしてほしいと言っているんです、これ。ああ、なるほど。はいはい。はいはい。もしかしたらこのアマチュア相撲というものに関してもね、これ、玉木さん、ぜひね、女子相撲を見ていただきたい。ああ、はいははい。いはい。この女子相撲もね、すごいんです。なるほど。この前、面白い。はい。佐々木さんに出ていただいたときに、ウクライナの女子相撲の写真であるとか、動画を見せていただきましたけれども、やっぱりそうなんですね。はい。ぜひね、なかなか国技館に大相撲の時は上がれないんですけども、アマチュア相撲大会の時は上がるんですよ。
そうですね。はい。あれは、女子が上がれないっていうのは、あれは大嘘でして、昔は上がってたわけで、それで、そうですね。だから、総理大臣が上がれないなんて言ってる人もいるんですけれども、そうじゃなくて、あれは総理大臣は、というのなら、男とか女関係ないわけで、なんですよね。そのあたりで、相撲の協会の方も、って考え方直してほしいですね。女子相撲も女子は相撲取りだから上がってもいいわけです。ジェンダー関係ないですから、ジェンダーもセックスも関係ないっていうことが、分かれば、ますます平和になるっていう感じはしますけれどもね。はい、そうですね。相撲の21世紀の姿というものが、青錦関がですね、体現していくという形にもなるかもしれません。うわあ、最後はいいまとめをありがとうございました。本当に。2回にわたって佐々木さん、本当にありがとうございました。緊急に出ていただきましてありがとうございました。また今後とも、来年行かれるんですよね。またウクライはい。ナに。私は、実は今、ウクライナの子供たちをですね、救いたいはい。と思っておりまして、はい。ちょっと今ある計画があるんですけども、その計画も含めて、現地で、ちょっと計画を詰めていきたいなというふうに思っております。言ってもいいのかな。土の土俵ですか？はい、それもあります。うん。ああ、ちょっと今、そうですか。頑張っていますので、はい、よろしくわかりお願いします。ました。さあ、帰ってこられたら、また、この番組に出ていただくようによろしくお願いします。お願いいたします。ありお願いします。どうも本当にありがとうございましありがとうござがとうございいました。ました。どうも失礼いたします。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムも楽しみにしていてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。